皆さんこんにちは。自力整形チャンネルのれいかです。ところで皆さん、どれだけ高い美容器を買っても、美顔器を当てても、美容医療やっても、すぐに戻ってしまう顔のたるみ、ありませんか？実はそれ、顔ではなくて、猫背が原因かもしれないんです。ちょっと皆さん、まず鏡を見て自分の耳の位置チェックしてみてください。横から見てこの肩の位置よりも耳が前に出てる方、猫背だるみの予備軍です。めちゃくちゃ伸びしろがありますので、ぜひ最後まで一緒にやってみてください。なぜ猫背が顔をたるませるのか、最初に30秒だけ解説をさせていただきますので、ぜひ聞いてください。2回目以降の方は概要欄のタイムスタンプからワークへ飛んでくださいね。なんで猫背になると顔がたるむのかというと、実は頭の重さって約5キロぐらいあるんですね。だいたい目安としてはボーリングの球1個分ぐらいっていう風に言われてます。で、正しい姿勢であれば、この首の骨の上に頭が乗っかってるので、特に負担がないんですけど、猫背になってしまうと、こういう風に肩が丸まって首がこう前に出てくるんですよね。で、そうすると、この頭の5キロを支えるものがなくなってくるんですよ。で、すると体はこの首、そしてこの後頸筋、あと後筋、この辺の筋肉を使って一生懸命頭を支えようとするんですよ。で、猫背で胸が丸まると、この胸からの引っ張りでこの後頸筋が強力なゴムのようにビヨーンと下に引っ張るので、これがお顔のたるみの原因を作ってるんです。で、もう一つお顔のたるみを作るのは今度こっち側、首後ろの筋肉の頭板状筋です。これが硬くなると首が前に出てきてしまうので、ここのフェイスラインの耳の下、こんなあたりのもたつき感にもつながってくるんです。で、意識して姿勢を良くしようとされている方も多いと思うんですけど、でもどうしても元に戻っちゃうなーって悩んでる方もいると思うんですね。この胸の筋肉と首の筋肉はガチガチになっていて、この形が一番体が楽だっていう風になっちゃってるんですよね。なので一生懸命伸ばそうとしてもここがビヨーンと縮まってしまって元に戻っちゃう。なので今日はこの硬くなってゴムのように引っ張る筋肉を緩めて正しい位置に戻っていくように、この胸と首の後ろ、ここの筋肉を緩めていきたいと思います。それでは一緒にやっていきましょう。レッツゴー！グーの手の第二関節あたりを鎖骨下に置いて、ちょっと圧をかけながらぐるぐるほぐします。鎖骨の頭から1箇所10秒。一つずれて10秒。最後は肩の付け根手前を10秒。反対側。押してみて痛い方は結構凝ってます。スマホ、パソコン、仕事や家事。現代人は腕が前に来ていることがほとんどなので、意識してほぐして、さらに腕を後ろに組んで胸を開くストレッチもしてあげると良いですよ。次は鎖骨。鎖骨の頭をチョキで上下に挟んで、骨についたお肉を削っていくようにほぐします。細かく移動して30秒で肩の手前あたりまで。1箇所5秒ぐらいずつ動くとちょうどいいですよ。反対側。意外と鎖骨も痛いですよね。ここは大胸筋と首手前の筋肉、後頸筋がくっついているところ、他にもいろんな筋肉がくっついて引っ張り合っているところ。鎖骨の片側が痛い方は僧帽筋が硬くなってます。丁寧にほぐしてくださいね。次はフェイスライン。後頸筋がくっついている反対側、顎の骨に沿ってほぐします。チョキか親指と人差し指で骨を挟むようにして1箇所5秒くらいずつ、顎の骨をくっきり出すような感じで、皮膚を滑らさないように注意してくださいね。
対側。フェイスラインにもいろいろな筋肉がついてます。この後傾筋だけでなく、顎の筋肉や後筋などもついていて、だからこそ後傾筋が引っ張るとお顔の筋肉も引っ張られて口元のたるみができるんです。梅干し顎や後筋の凝りが気になる方も効果的な場所ですよ。今度は後ろに回って背骨の横をほぐします。まずは下を向くとポコッと出る骨の両サイド、ここをちょっと指を押し込むようにしてほぐします。ここはたくさんの筋肉がくっついている場所、じっくり30秒かけてほぐしましょう。ここは背中や肩甲骨につながる筋肉はもちろん、首の後ろ側の筋肉、頭盤上筋の終着地点でもあるんです。亀みたいにもりっとしている方はかなり凝りが溜まってます。手だけではなかなか解消しにくいので、ボールなどの道具を使ってあげるとより効果的ですよ。そのまま首後ろを1箇所10秒くらいずつ上に上がっていきます。ここは頭盤上筋。猫背、ストレートネックの方はまさに板のようにカチコチになっている場所。ここが硬いとそもそも良い姿勢が取りにくいので、パソコン仕事の合間などこまめにほぐしてくださいね。ちょっと首を手に預けるように上を向いても良いと思います。上に上がってきたら最後は後頭下筋群。頭をぐっと掴むように持って親指を頭の下のくぼみにぐいっと入れ込みます。そのままぐるぐると親指ドリルのようにほぐして、ここが凝っている方はくぼみがないくらいに盛り上がってて硬いかもしれません。上を向くのが辛かったり目が疲れていたりしませんか？無理に力を入れなくても良いので、できる範囲で少しずつほぐしてくださいね。最後は肩を回して良い姿勢を取りやすくしましょう。腕を回すというより肩甲骨で円を描くように動かすイメージです。首や大胸筋の筋肉がほぐれると肩甲骨も動かしやすくなり、良い姿勢に戻りやすくなります。お仕事や家事で肩が丸まってきたなと思ったら10回でも良いのでこまめに回してみてくださいね。はい、終わりました。どうですか皆さん。終わってみたらかなり肩が軽くなって、なんかこう胸が自然に開くなっていう感じにね、なってるんじゃないでしょうか。鏡で見ていただくと、横から見た時に胸が開いて、耳の高さが同じ場所にあったら OK です。さらにですね、そうなってくると顔がシューッと引き上がって、フェイスライン触ってみると、骨が触れるとかね、全然違うっていう風にね、おっしゃる方めちゃくちゃ多いです。続けていくと、この猫背よりも正しい姿勢の方が全然楽だなっていう風になってくると思います。そうすれば、顔たるみのない姿勢の完成です。ぜひ続けてやってみてください。ただ、今日やってみて結構指とか腕が疲れちゃうなとか、もっと早く深くほぐしたいっていう方はね、このボルケーノがめちゃくちゃおすすめです。これね、私ももう本当に毎日頼りっきりにしてますし、お顔を買いに来るお客様も、もうね、これがないと生きていけないっていうぐらい皆さんね、頼りにしてる機械なんですよ。これ何かっていうと、お顔が劇的に変わるとね、評判のこのフェイスポインターを作っているコアフィットの体バージョンの筋膜リリースの機械なんですよ。今日やった指では届きにくいさらに奥の深部までしっかりとこのバチンというね、振動が入ってくれて、体の奥の方の凝り固まった筋肉もほぐしてくれるんですよ。使い方はめちゃくちゃ簡単で、こんな感じで1箇所5回バチンとね、押すだけ。これでもう体中の筋肉がほぐれてめちゃくちゃ動きが良くなっていきます。で、こういった胸だけではなくって、もちろんこのね、首後ろとか今日やったこの第7頸椎ね、いろんな筋肉がくっついているところ。あとはこの肩の上。
あとは体にも使えるので、腰とか痛いなって方なんかもすごく効果的です。こんな簡単に終わるので時短にもなるし、で何よりもやっぱり手でやるよりも圧倒的に早く結果が出るので、首肩のこり困ってるなっていう方は本当にね、おすすめです。本当これ使うようになってから整体とかマッサージ代が浮いたとか、もうこの顔の上がり方が全然違うっていう方本当多いんですよ。この方のお写真もね、見ていただくとめちゃくちゃ首長くなって顔上がってますよね。で、こちら気になる方は概要欄のリンクから見てみてください。こちらのクーポンコードを入れていただくと1100円引きで購入できますので、ぜひ使ってくださいね。今回の動画が役に立ったっていう方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。